はい、こんにちは、リビです。今回の動画はですね、機械設計で役立つとあるサービスについてご紹介をしていきたいと思います。そのサービスの名が Mebee でございます。はい、ついにやってまいりましたね。で、Mebee って聞いたことはあるなっていう方、意外と多いと思うんですよ。これはですね、みすみさんのサービスの一つになるんですけれども、だいぶ前からみすみさんがですね、講習とかを開いて、Mebee っていうサービスを使うと、こんなにすごいことができますよっていう風に宣伝されていたりですとか、あとは Twitter 上でもですね、メビコっていうみすみのマスコットキャラがですね、Mebee を使うとこういう部品ができますよっていうその加工事例を載せていたりしてるんですね。で、みすみさんの中でもそれぐらい宣伝とか広告にめちゃくちゃ力を入れているほど、強力なサービスになっております。で、このMebeeを使うと何ができるのかってことについてざっと説明いたしますけれども、機械設計をするときって、最近ですと 3D CAD を使うことが多いと思うんですけれども、その 3D CAD をMebeeというサービスにアップロードするだけで 2D 図面なしで、そのMebeeの画面の中でまず加工できるかどうか、それから加工するといくらかかるのか、それから納期はいつになるのか、この3つがもう瞬時に出るというもう画期的なサービスになっております。しかもこのサービス、誰でも無料で使うことができるんですね。で、一般的な機械設計の業務フローですと、せっかく 3D CAD データを作ったとしても、それをわざわざ 2D 図面に展開するんですよね。で、2D 図面で、まず3面図に展開して、で、それから外形の寸法とか穴の位置寸法を拾っていって、で、表面粗さ記号を入れて、で、面取りとかフィレットを入れてとか、断面図を切ってとか、中期を書いてとか、で、線とか文字がうまく被らないように微調整してみたいな、そういうすごいめんどくさいことをしないといけないんですけれども、Mebeeを使うとですね、こういうめんどくさい作業がいらなくなるので、詳細設計が爆速で終わるようになるんですよね。で、Mebeeってこういう優れたサービスなんですけれども、実際多分使ったことはないなっていう人とか、少し触ったことはあるけれども、実際のプロジェクトでゴリゴリ使ったことあるよって方、かなり少ないと思うんですよ。で、私はですね、本業でも副業でも YouTube ライブでもですね、CAD を触っているんですけれども、そんな現役の機械設計者である私がですね、そのMebeeを使った場合と、Mebeeを使わずに手作業で図面に展開していった場合とを比較検証しまして、どれぐらいMebeeを使うと爆速になるのかっていうことについて、もう忖度なしで検証していきたいと思っております。もともとこの検証はですね、みすみさんから、現役の機械設計者の方に、そのMebeeを使った場合とMebeeを使わなかった場合とで、そのキャプチャーの動画を作って送ってくれっていうご依頼を受けていたんですけれども、私がですね、ダメ元でっていうふうには思っていたんですけれども、せっかく動画を撮るのであれば、もうちょっとMebeeについての分かりやすい解説とか、あとは編集である程度見やすくしたようにした上で、私の YouTube チャンネルにアップロードしてもいいですかっていうふうにお願いしたところですね、OK をいただきましたので、この度 YouTube にアップロードすることができております。で、もし視聴者さんの中で、いや、Mebeeって今初めて聞いたんだけどっていう方もですね、Mebeeについての詳しい説明は本編の方で、しっかりさせていただいてますので、ぜひ最後まで動画をご覧ください。はい。では、比較検証やっていきましょう。画面左側がMebeeを使った作業になります。で、この部品、自動見積もりまで取れてしまうので、そこまで作業をやっていきたいと思います。右側がですね、私が手作業で、バラす作業になります。こちらはさすがに見積もりまでは取れないので、全部バラし終わって表題欄を埋めるところまでやっていきたいと思います。それではやっていきましょう。3、2、1、スタート。はい。では画面左側注目です。もう CAD はいらないのでいきなり閉じてしまって、インターネットを開いていきます。で、ここの検索欄で Mebee と打っていただいて、Mebee のページを探してください。右上のログインボタンを押して、無料で始めるボタンを押していきます。で、ここログインなんですけれども、普段みすみ使われている方はですね、そこのログインの ID とパスワードが使えるので、それを入力していただければ大丈夫です。この画面出てきたら、CAD ファイルをもうマウスのドラッグ&ドロップでアップロードしてできちゃうので、これでやっていきます。
で、メビーがなんかこう確認をしている作業に入ってるんですけど、これ何してるかっていうと、加工できるかどうかっていうのを確認していたりしてます。っていうのもですね、例えばピン角とかがあったりすると、こうエンドミルで加工するとき必ず R って残っちゃうので、そういうのはもう加工できませんよとかっていう、そういうチェックをしたりとか、あとはこう工具がアクセスできないというか、そういうところについて大丈夫かどうかっていうのを確認している作業になっています。はい。で、確認終わって大丈夫そうですね。はい。そしたら右に移って次へのボタンを押していきます。3D のなんか画面が出てきましたら、ここで細かい設定をしていきます。最初に原点変更のボタンを押して、今、水色のポッチのところですね。そこに原点を設定しました。で、続いて交差の設定に入るんですが、このインローの穴の位置に対して、交差をつけていきたいと思います。で、大体プラマイ 0.1 ぐらいですかね。はい、これぐらいの交差を設定していきます。で、もう一方向に対しても同じように、穴とブランク面ですかね。そこをこうクリックすると、この今の画面が出てくるので、そこで設定をしていきます。で、続いてインローの穴の K に対してはめ合い交差をつけたいので、その設定をしていきます。穴の寸法で、60パイって文字が出てたと思うんですけど、その文字のところをダブルクリックすると、はめ合いの設定画面に移るので、そこで設定をしていきます。そして最後、ここの、溝のところに対して、交差ですね。0から100プラス100分の5ミリぐらいあれば十分かとは思いますけれども、その交差で、片側交差として設定をしていきます。で、ここまで行きましたら、最後、サクッとこう穴の確認ですかね。たまにこう設計とかしてると、タップとバカ穴を間違えちゃいましたとかっていう設計ミスあったりとかすると思うんですけど、念のためここで確認しておくことはお勧めしておきます。で、穴の指示の数がパッと見あれ足りないなと思ったら、だいたいこう裏返すとあったりするので、こうやって裏返してみながら、穴ちゃんと、M4 だとか、Phi4.5 のバカ穴だとか、これがちゃんとなってるかっていうのを確認したら、左下の見積もり条件を確定ボタン、黄色いボタンを押していきます。で、少し待つと、はい、値段が出ましたね。はい、これでもう終わりです。時間がですね、もう3分14秒ってめちゃくちゃ早いんですけれども、もうこれでおしまいなんですよね。いや、すごいですよね、メビーって。で、ちょっと、画面が忙しすぎて、何が何だかっていう感じだとは思うので、ちょっと、補足説明とこれからやっていきたいと思います。ちょっと説明の間、ずっとバラシを待ってるのもあれなので、左側のメビーの画面では、何個か部品を用意しているので、そちらの映像を流しながら、待っていきたいと思います。で、今このメビーの操作について、見てくださった方の中にはですね、いや、簡単なのはよく分かったけど、これ簡単すぎて逆に、ちゃんと、こう、仕上がってきたものって、品質とか大丈夫なのみたいな。不安なんだけど、みたいな。そういう風に感じられてる方もいると思うんですよ。っていうのもですね、普通図面には、その部品の形状とかに関する寸法が直接書かれてるだけじゃなくて、例えば、代表面粗さどうしますかとか、あとは特に指示してないその角部とか隅部ってどうするんですかっていうそういう注記が入っていたりとか、あとは特にこう寸法の中でその交差が入っていないような寸法っていうのは普通許容寸法のこれを守ってねみたいなそういう表がこう掲載されていたりとか、そういった風もろもろの情報が図面には載っているんですけれども、そういったこう一般的な図面には載せているような情報っていうのは、そのメビーを操作する中で、そういう操作をしてないじゃないですか。で、これどうなってるかっていうと、これ設定次第で変えれる部分もあるんですけれども、今回のモデルの場合ですと、もう代表面粗さはもう RA6.3 で統一してます。で、それから角部とか隅部ですね。そこで指示していないところっていうのは、もう0.1 から 0.5 以下としてますと。で、それから加工基準はもう最初に原点変更というコマンドを使って原点設定したんですけども、もうそこがもう基準となって、そこからこう寸法、普通許容寸法で追いかけていますよっていう、そういう設定になっております。
なのでですね、図面、一枚一枚に対して、毎回こう中期で変えたりとか、こう左上に代表面粗さの情報を変えたりとかって皆さんされてると思うんですけれども、メビの場合はそれはいらないんですよね。設定してしまえばそれで終わりです。で、ここはちょっと交差が欲しいよとか、ここはちょっと、面粗さ小さくしていきたいよっていうところは、そういったところをこうクリックして、追加情報をこう足していくっていう、そういう操作をするので、基本的にはその仕上がってきたものの品質については問題ないですね。はい。この Mebby のサービスの詳細についてちょっと説明していきたいと思います。で、冒頭で 3D CAD を使った画期的なサービスですよっていうふうに申し上げたんですけれども、この言葉から察する通りですね、今職場で 3D CAD を使って設計している企業さんのほとんどがあまり 3D CAD を活用しきれていないっていう、そういう現状があるんですね。で、これはですね、ものづくり白書っていうその行政が作った資料の中で 3D CAD の普及率っていうデータがあるんですけれども、そこから読み取ることができます。それがこちらになりますね。はい。これ2020年のデータにはなるんですけれども、まず左の 3D CAD の普及率のデータを見てみますと、そもそもですね、3D CAD を使っている企業が全体の6割程度しかないという、そういう絶望的な状況はあるんですけれども、じゃあ 3D CAD を使っている企業さんはどんな感じで活用しているのかっていうのを見てみますとですね、全体の 44.3% が3D データと 2D データの両方使っています。要するにハイブリッドで設計してますって答えてるんですよ。で、なんでこんなハイブリッドみたいなめんどくさそうなことしてんのっていうと、その答えがこの右側の協力企業への設計指示方法っていうグラフがその答えになっております。で、これを見ますとですね、2D データともう図面、紙の図面ですね。これで協力企業さんとやり取りしてますよっていう企業さんがもう圧倒的なんですね。もうこれ足しただけで8割ぐらい、8割弱ぐらいいきますね。つまりですね、この 3D CAD の使われ方の実態どうなっているかっていうと、今まさにこの私がバラシの作業をやっている通りにですね、例えば 3D CAD を使って最初にこう画面の中でぐるぐる部品を回転させながら構想設計とか詳細設計をやっていた後にですね、3D データを 2D データに落とし込んで図面を描くっていう、通称バラシと呼ばれている作業があるんですよ。で、せっかく 3D で描いたのに 2D にもう落とすっていけてない気がしますし、これ私自身もこれ実際に仕事をしていて、やっぱなんか変だよなって心の底では思っています。で、なんでこんなこと起こってるかっていうと、その理由は個人的に2つあるかなって思っています。で、1つ目が会社の規則とかシステムが 2D 図面とか紙図面にしか対応していないっていうのが挙げられるんじゃないかなと思っています。で、これは具体的には例えばもう上司とか、会社の人がそもそも 3D 触れませんとか、あとは書類でこうやり取りするのが未だに会社の規則になっているので、データでやり取りするっていう、それにそもそも対応していませんとか、図面にハンコとかサイン今までやっていたのを 3D だったらどうしたらいいんですかとか、その辺が全然対応しきれていないっていう事情が一つ目なんじゃないかなと。で、二つ目なんですけれども、これはですね、3D CAD のソフトメーカーに足元を見られているっていう問題があるんじゃないかなと思ってます。で、これはですね、例えば 3D CAD をじゃあ今から導入しましょうってこう会社でなったとしても、めちゃくちゃ高いんですよね。例えば私がやってるような設備設計に使えるレベルの 3D CAD ってなると、インストール版で1ライセンスあたり100万円以上するなんてもうこれザラなんですよ。で、それに加えて年間保守費用とかって言って毎年数十万1ライセンスあたりですよ。それ取られるんですよ。しかもここまで高額な3D CAD ですけれども、これでやっと一般的なライセンスっていう程度なんですが、この一般的なライセンスではですね、そのまま 3D データを加工屋さんに渡して、はい、加工してねっていう、そういうファイルの状態にないんですよ。というのもですね、一般的なライセンスでは 3D CAD ファイル上に表面粗さとか、あとは寸法交差とか幾何交差とかっていう情報ですね。これ通称 PMI と呼ばれているんですけど、これを載せられないんですよ。で、これを載せれるっていう機能もあるんですけれども、
載せるためには PMI の機能がついたライセンスにアップグレードしたりとか、あとはオプションを追加で購入するっていう必要があって、で、これも1ライセンスあたりさらに数十万かかるんですよね。もうめちゃくちゃ足元見られてるんですよね。で、あとはですね、加工屋さん側の立場からしてみても、こう、設計の会社とか設計屋さんから、こう、3D CAD データポンって渡されて、はい、これで加工してねって言われるよりも、やっぱ 2D データとか、あとは図面とかでもらう方が、なんかこう仕事のやり取り的に慣れてるっていうところがあってですね。で、そうなると、その PMI の機能をわざわざ追加するっていうモチベーションにならないんですよね。なので結局 3D でせっかく設計してもわざわざ 2D に落としてってことをみんなやって、そういうハイブリッドのことをやってたりしてるんですよね。それでもですね、一定数の方から、いや、今時の設計ツールは 3D だろうっていう声あるじゃないですか。っていうのもですね、やっぱこう 3D CAD を実際に触ってみるとめちゃくちゃ感じるんですけれども、やっぱり設計効率めちゃくちゃ上がりますし、簡単に干渉チェックできますし、あと図面が読めない、営業さんとかに対してでもですね、装置の形とかコンセプトをこう伝えやすいですし、あとは解析とか、CAM とかといったようなですね、他のツールとの連携の観点でも、やっぱ 3D の方がめちゃくちゃ有利なんですね。ただ、やっぱ冷静になって考えてみると、結局 2D 使ってるやんかっていう点と、料金高い割になんかこうやり方が回りくどいっていうか、なんかそういう設計のやり方してるよねってなりまして、いやもうそれまさにその通りなんですよ。そこでこれらを解決してるのがこの Mebby っていうサービスなんですよね。で、Mebby を使うとどのように解決されるのかってことなんですけど、まず 3D CAD ファイルを Mebby にアップロードして、で、自動見積もりのボタンを押すとですね、Mebby が自動で型番を発行してくれるんですよ。で、この型番があることによって、その皆さん三隅とかで両端メネジ付きのシャフトとか、あとはプーリーとかスプロケットとかってなんかそういう標準部品を購入されることあると思うんですけど、それと全く同じ感覚で調達することができるんですよ。要するにですね、三隅で買うシャフトってそれに対して型番があって、でその型番でこう社内でこう業務を回していけば別に図面がなくても調達できると思うんですけれども、それと同じで 3D CAD ファイルに対して型番がつくので、その型番さえあればそれを社内に回せばもうそれで調達できちゃうんですよ。要するに購入品と一緒なんですよね。はい。ということで、社内のシステムが2D とか紙図面にしか対応できなくても、もうそれでいけちゃうんですよ。それから2つ目のですね、CAD の中で PMI を扱いたくても足元見られてる問題についてなんですけれども、Mebby の中でこう交差を入れたりとか先ほどいろいろやってたと思うんですけれども、あれって要するに PMI の情報を載せているのと一緒なんですよ。で、Mebby の上で、そういった情報を付加するので、CAD メーカーのその高いオプションを買う必要ないんですよ。しかも Mebby 使うのこれ無料ですからね。はい。ということで、Mebby を使うことで、この2つの大きな問題を解決しているっていう、そういう意味で画期的なんですよね。で、そんな Mebby なんですけれども、今年2023年1月に、第9回ものづくり日本大賞っていう、そういう賞があるんですけれども、その中で最も優秀と認められたものに与えられる内閣総理大臣賞っていう、そういった賞を受賞しているんですね。いやー、これはもう素晴らしいですね。はい。で、受賞の理由のところなんですけれども、これ日刊工業新聞さんから、引用させてもらうと、製造業の設計者が作成した設計データをアップロードするだけで AI 自動見積もり機能により価格、納期を即時に回答。同時に独自のデジタルものづくりシステムにより工作機械用のプログラムを自動生成し、工場側に転送することで即時に加工が開始され、最短1日での出荷を実現。通常は2週間から1ヶ月程度かかる機械部品の調達時間を9割削減するという圧倒的な時間価値が高く評価され、今回の受賞となりました。っていうことですね。で、現役で機械設計の仕事をしている私の立場からしてもですね、やっぱりこの詳細設計以降のその工程をいかに早くできるかっていうのはもうめちゃくちゃ重要ですと。
っていうのもですね、設計って、どこが一番こう付加価値の高いところかって構想設計なんですよね。で、この構想設計でどれだけいいアイディアが出せるか、そのお客さんのニーズに応えたこうアウトプットを出せるかっていう、そこに極力時間を割きたいんですけれども、そこが固まった後っていうのは、もうあとは加工するためにどうのこうのとか、データ管理上で、データを作っとかないとみたいな、なんかそういう細々とした作業でめちゃくちゃ時間食われちゃうんですよね。で、私が普段仕事しているようなその生産設備を作るようなそういう業界ですと、構想設計はエンドユーザーの生産技術さんか、もしくは設備メーカーの設計の正社員の人がやっていて、で詳細設計については、CAD オペレーターとか、あとは外注設計でこう仕事を出してるっていう感じで仕事を回してるっていう会社さんが、一番多いと思います。ただ、この構想設計やってる方々たち、がっつり構想設計の時間取れてんのかっていうと、そういうわけでもなくて、結構管理工数の方が多かったりするんですよ。例えばですけれども、こう完成した図面を加工業者さんに渡して、ちょっとこれで見積もってくださいっていう風に渡してもですね、こんなんじゃ加工できねえよとか、あとはこれ、できなくはないけどめっちゃ高くつくよっていうのが3日後とかに来るんですよね。そんなことならもっと早く言ってよとかって思いながら、また図面修正をしてまた送ってみたいな、そういうことが発生したりですとか、あとは送ったけれどもなかなか業者さんから返事が来ないなって思ったら、実は遅れてなかったとか、業者さんがもう忙しすぎてメール見てなかったとか、なんかそういうののなんでしょう、管理というか、フォローにめちゃくちゃ時間取られるんですよね、意外と。で、一方でこの CAD オペの方々もですね、詳細設計に集中できてんのかって言われると、実はそういうわけでもなくて、今まさにこうバラシの検証を見ていただいている通りですね、図面の体裁を整える作業っていうのが、これがめちゃくちゃ手間なんですよね。どういうことかっていうと、例えば寸法線と寸法線がこう重なってるのをなるべくないようにこう修正したりとか、あとは表面粗さ記号とか、穴の指示ですね、こうファイ8とか7とかあると思うんですけど、それをこう寸法線のないところのうまいこうスペースを探して、こううまくこう文字と文字が重ならないようにみたいな感じでこう微調整する作業とか、そんなの傍から聞いてたら詳細設計の本質じゃないってわかると思うんですけど、これにめちゃくちゃ工数食われるんですよ。図面の体裁うんぬんとかっていうと、いやそんなもんに時間かけてんじゃねえよって言われる方、一定数いると思ってて、でこれ私実際まさにこの言葉大企業いた時の上司から言われたことあるんですけど、じゃあ体裁整えなかったらっていうと、図面確実に NG 食らうんですよね。もう言ってることが全然違えじゃねえかってその時マジで思いましたけど、なんかそういうところがやっぱり無駄というか、工数がかかってるんですよね。でそういうみんなが薄々とは気づいているような手間っていうのは、こういうメビみたいなサービスを使うともうこれなくなりますから、やっぱこういうツールを使う方がやっぱいいなっていうふうに私は思いますね。ってことで、長々と喋ったんですが、もうメビの方が5点もう日常見積もり終わってるのに対して、バラシがまだまだ終わらないんですよね。ということで、ちょっとバラシの方の動画申し訳ないんですけれども、ちょっと倍速で任せていただきます。はい。では、ようやくバラシの方が終わりましたね。タイムの方が21分52秒かかりました。で、バラシで21分って、感覚的には、遅くもなく早くもなくって、普通ぐらいだと思います。ただですね、メビーの操作と比較してしまうと、めちゃくちゃ遅く感じますよね。で、改めて比較していきたいんですけれども、メビーの方が3分14秒。で、バラシの方が21分52秒ということで、どれだけ工数削減になったかっていうのをですね、これ計算すると、約 85% 工数削減となりました。すごいですね。
で、普段から工数のことを把握しながらきっちりと仕事をしている方ってかなり少ないと思うんですけれども、ここでちょっと試算をしてみたいと思います。例えば設計の人1人当たり1時間で4000円の人件費がかかっているとして、で例えばとあるプロジェクトで図面を描いていくのに丸1ヶ月かかったとします。で1ヶ月なので、8時間かける20日間ですね。でこれ人件費換算すると64万円になるんですけれども、これ工数 85% 削減されるとこれ9万6000円になるんですよ。同じアウトプットなんですけれども、これだけの差がつくんですね。しかもですね、このバラシの方なんですけど、この時点でまだ見積もり取れてないですからね。はい。で、この後、このバラシの図面っていうのを加工屋さんに渡して、これで見積もり取ってくださいって依頼して、帰ってきたらようやく見積もりが取れると。そういうことになるんですね。そう考えると、メビーを使うことでどれだけ工数削減になるかっていうのはもう 85% どころの話じゃないですよね。でこういったコストダウンっていうのはもうそれだけで他社さんとの差別化になりますし、それから浮いた分のコストを例えば従業員の賃金に還元して賃金アップをしたりとか、あとは設備投資とかをしてより事業を拡大させていこうとか、研究開発に注力していこうって、そういったいろんなことができるんですよね。はい。なのでこれやらない手はないかと思います。はい。では検証の方いかがだったでしょうか。もうメビーを使うと工数削減のインパクトがすごいなっていうのがよく分かったかと思います。でこのメビーなんですが、実は私も数年前から使っているんですよね。というのも私前職で設備メーカーのそのベンチャー企業に勤めていたんですけれども、そこにいた時はですね、もうずっと悩んでる暇があったらもうさっさとトライアンドエラーしろと、もう検証してフィードバックして検証してフィードバックしてっていうのをガーッと高速で繰り返すような、そんな文化だったんですよね。で、そういう文化にいるとですね、例えば設計しててこういう部品が欲しいなって頭の中で思い描いてから実際に物ができるまでっていうのがもう全然待ってられないんですよね。どれぐらい早かったかっていうと、物にもよるんですけれども、例えばこういうものがいるよねっていう話になってからもう3日後にはもう組み立ても終わって実験も終わってで結果報告もしろと。もうここまでやってくれっていう、もうそれぐらいのスピード感だったんですよね。でそれぐらいのスピード感でやろうと思うと、3D CAD データができた後に 2D 図面にばらしてる余裕なんてないですし、で、それを業者さんに問い合わせて見積もりくださいとか、この事務のやり取りしている暇もないんですよ。なのでそのベンチャーではもうメビーのサービスバリバリに活用していましたね。もうメビーがないと全く仕事が成立しなかったです。で、このメビーのサービスについてはですね、動画の概要欄にそのメビーのリンクを貼っておきますので、気になる方はぜひチェックをしてみてください。で、メビーって画期的なサービスなので、どうやって使ったらいいかって戸惑う方とか不安な方いるかと思うんですけれども、ログインするとですね、メビーでこういう機能がここにありますよとか、このボタンがこうですよとか、そういう自動の案内みたいなのが出ますし、あとは、マニュアルもかなり充実しておりますので、初心者の方でもかなり触りやすいサービスになってるんじゃないかなと、個人的には思います。で、このメビーについて、今回初めて知ったという方とか、また聞いたことはあったけれども、まともに触ったことはないなっていう方もですね、これ何度も言いますけれども、無料なので、ぜひ触ってみてください。はい、では本日もご視聴ありがとうございました。最後にお知らせになります。このものづくりのすすめチャンネルでは、主に機械設計に役立つ情報ですとか、あとは YouTube ライブとかでCADを触りながら皆さんと雑談をしたりですとか、わからないことについて受け答えしたりですとか、そういったこともしておりますので、ぜひチャンネル登録していただけたら嬉しいです。またですね、私個人でもその設備設計の仕事を受け付けておりますので、気になる方は概要欄のメールアドレスからお問い合わせいただけたら嬉しいです。それでは本日もご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。